白黒の8割模様をまとった元野良猫。その名はツヨボムである。荒波に揉まれ幾多の試練をくぐり抜けてきた強靭な猫だ。隣にいるのは元野良ボス猫のニャーゴ。ツヨボムはニャーゴを慕い新たな物語を紡いでいる。本作はツヨボムの野良時代から現在に至るまでの軌跡をたどり、その知られざる生き様に迫る壮大なる記録である。今から約2年前、2023年9月頃、私たちのもとに白黒の地域猫が来るようになった。そのボムっとした体つきからボムと呼ぶことにした。何度か会う中でボムが2匹いることに気づいた。同一猫と思っていたが、よく見ると背中の模様が違う。気が強くて背中が白い方をツヨボム、気が弱くて背中が黒い方をヨアボムと呼ぶことにした。ただしツヨボムとは言ってもあくまで2匹を比べた上での呼び名であり、他の猫と比べて特別気が強いわけではない。私たちの近所には地域猫たちが集うスポットがある。この場所にツヨボムも来るようになった。少し不安そうにしながらも鳴き声を上げてそっと近づいてくる。ここのメンバーと仲良くなってくれたら嬉しいのだが、やや緊張した様子でおどおどするツヨボム。ツヨボムはきちんと挨拶をするものの、突然現れたツヨボムを警戒するメンバー。場の空気が少々張り詰める。ツヨボムにもご飯をあげたが、みんなの目が気になるのか、ご飯には手をつけず引き返してこの場を後にするツヨボム。メンバーが険しい視線を送る中、とぼとぼと帰っていった。結局離れた場所で一人で食べることになった。数日後、様子を見計らいしれっと食事会に参加するツヨボム。同じ場でご飯を食べてはいるが、まだ仲間と認められていない様子。なかなか受け入れてもらえない。一方で既存のメンバー同士は仲がいい。関係性はすでに構築されており、新しく馴染むには時間が必要なようで、近くでご飯を食べるのは難しいみたいだ。ツヨボムは仲良くなりたそうだが、無理には踏み込まない。結局隅で食事をする。ちなみにもともとは人に慣れていないツヨボムだったが、この頃にはすっかり触らせてくれるようになった。決して内向的な性格ではないので、猫相手にも積極的に声をかける。しかし相手にしてもらえない。一方通行のやり取りが続くが、ツヨボムが諦めることはなかった。さらに数日後、またこの場所にやってきたツヨボム。ご飯を欲しそうにしていたので差し出してみたが、本当に食べていいのかためらっている。どうしても他の猫の目が気になるようだ。無理せず離れた場所で食べる。溶け込むにはまだまだ時間がかかりそうだ。だが簡単には引き下がらないのがツヨボムである。
つよぼむがここに来るようになって1ヶ月以上経つと、この場所に同行してきたのはヨアボムである。たまに一緒に姿を見せるようになった仲間を連れてきて勢いづいてきたつよぼむ。ヨアボムがいると心強いのか、メンバーの前でも堂々とご飯を食べるようになった。ある日、珍しく昼間につよぼむと会った。太陽の下ではっきりつよぼむを見ると、耳が割れていないことに気づいた。ヨアボムの耳が割れているので、つよぼむも地域猫だと思っていたが、未去勢の野良猫だったことが分かった。去勢をして地域猫にしようと考えたが、外飼いの家猫の可能性もあるため、もうしばらく様子を見ることにした。飼い主の存在を調べつつ、慎重に判断していく。つよぼむが外で生活している頃、ニャーゴは家猫になってから半年以上が経っていた。狭くてボロいワンルームの豚箱のような部屋で過ごさせていることを申し訳なく感じ、早朝に外を散歩することが習慣になった。そんな散歩の途中で突然遠吠えをするニャーゴ。大きな声が響き渡る。その声に反応したのか、共鳴して駆けつけてきたのはつよぼむだ。ニャーゴの遠吠えでつよぼむを召喚することに成功した。以前から知り合いだったかのように互いに声を掛け合っている。メンバーからは避けられがちのつよぼむだが、ニャーゴは分け隔てなく優しく接した。そのままニャーゴの散歩についてくるつよぼむ。朝も夜も姿を現すので、常に外で生活しているのは間違いなさそうだ。それからの日々も必ずこの駐車場にやってきて、ここのメンバーと仲良くなろうとするつよぼむ。ここにいると地域の方が猫のご飯をくれることがある。ありがたいことに手作りのささみをいただいた。それをメンバーと一緒に食べるつよぼむ。つよぼむはいつも腹ペコだ。そんな日々の中でメンバーとの関係づくりを諦めずに続けたつよぼむの努力が実を結び、ようやくメンバーとの距離が縮まってきた。しかし急に優しくされたので怒るつよぼむ。仲良くなりたい気持ちは強いが、接し方がわからないようだ。それでも尻を嗅いでつよぼむに挨拶するメンバー。少しずつではあるが気にかけてもらえる存在になった。つよぼむがここに来るようになって2ヶ月以上経った。最初は全く受け入れてもらえていなかったつよぼむだったが、メンバーとして歓迎されるようになった。ヨアボムもたまに顔を出してくれる。つよぼむに続き少しずつメンバーに馴染んでほしいところだ。その後もつよぼむとは頻繁に会った。つよぼむが野良猫なのは間違いなさそうなので、そろそろ地域猫にしようと考えた。しかしそう思っていた矢先、つよぼむは突然姿を見せなくなってしまった。つよぼむを最後に見てから3週間後、外でうずくまっているところを発見した。後ろ足を引きずりながら歩くつよぼむ。明らかに具合が悪そうだ。
大好きなチュールも全く食べない。冬毛なので分かりにくいが、以前に比べ痩せて薄汚れ、毛並みも悪くなっている。それに呼吸が荒く息苦しそうにしている。お水は飲んでくれたが、ご飯は食べてくれない。目やにと鼻くそがすごく溜まっていた。何があったのかわからないが、明らかに体調が悪そうなので、このままにはしておけず、すぐに動物病院に連れて行くことにした。診察が終わり、家に連れて帰った。ニャーゴと隔離するために、ひとまずトイレで過ごしてもらうことに。異変を察知してそわそわするニャーゴ。扉の向こう側で慌ただしい気配がすることを察したようだ。診察の結果、状態は想像以上に深刻だった。横隔膜が破裂して骨と臓器がずれていることが分かった。交通事故に遭った可能性が高いようだ。肺が圧迫され呼吸がしづらくなっている。チュールの先端につけた薬もなかなか食べてくれない。まずは全身麻酔の手術に耐えられるだけの体力を回復してもらう必要があるため、ゆっくり休んでもらうことに。翌日、チュールは食べてくれるがお水は飲んでくれない。脱水症状もあるためスポイトで無理やり飲んでもらう。高熱が出ていたので解熱剤も飲んでもらう。抵抗する体力もないのか、されるがままの強ボム。保護から2日目、家に来て初めておしっこを出してくれた。しかし昨日よりもぐったりしている。今日も解熱剤を飲んでもらう。チュールは何とか食べてくれるが、普通のご飯はまだ食べられない。フラフラではあるが少し歩いてくれた。息苦しそうだがゴロゴロ言ってくれている。扉の向こうからニャーゴがそっと応援している。保護から3日目、さらに呼吸が荒くなった。すぐに動物病院へ連れて行った。診察の結果、腹水が溜まっていることが分かった。そのせいでさらに息苦しくなっていたようだ。そして腹水の成分を調べてもらったところ、 FIP を発症している可能性が高いとのことだった。FIP とはほぼ 100% 死に至る病気で、発症すると平均生存期間は9日間、猫エイズよりも恐ろしいとされている病気だ。正確な検査結果がわかるまでに約1週間かかると言われた。しかしそれまで強ボムが持ちこたえれるかはわからないとのこと。また猫同士で感染する可能性があるため、病院で感染対策の消毒液を購入した。使用する薬剤や病院によって大きく変わるが、 FIP の治療費は非常に高額だ。助けたい気持ちだけでは命を救えないという現実を思い知らされた。しかしどんなに治療費が高額になろうとも、お世話が大変だとしても、強ボムを家族として迎え幸せにすると覚悟を決めた。扉の向こう側でニャーゴも応援している。強ボムが必死に頑張っていることを感じ取っているようだ。ふらつきながらも立ち上がる強ボム。ニャーゴの応援と腹水を抜いたおかげで昨日より動けるようになった。保護から4日目、ようやくチュール以外のものを食べてくれた。
お水も飲んでくれるようになった。少しずつ食べる量が増えてきたので、つよぼむの命があと数日かもしれないとは到底思えなかった。もうすぐやってくるクリスマスを必ず一緒に迎えようと約束した。ニャーゴは隣の部屋で、つよぼむに早く元気になるよう念を送っている。扉越しに念を受け取ったつよぼむ。みんなでつよぼむの回復を願う日々だ。FIP 発症の可能性があると告げられた次の日、FIP の治療を専門的に行っている遠くの動物病院へ行くことにした。この病院では FIP 治療薬の取り扱いがあるようだ。診察結果はかかりつけの動物病院と同様、FIP 発症の可能性が高いというものだった。とはいえ、正確な診断結果が出るまでは断言できないようだ。今日からでも FIP の治療を始めることは可能だと言われたが、 FIP ではない猫に FIP の治療をするリスクはかなり大きいようだ。検査結果が出るまでは体力回復に専念することにした。しかし検査結果がわかるまであと何日もある。結果を待つ時間が途方もなく長く感じた。次の日、病院1000倍のカロリー2倍チュールを買ってきた。これを食べて体力をつけてもらう。ご飯を食べさせることしかできず、もどかしい思いを募らせていると、この日の夕方、病院から電話がかかってきた。予定よりも早く FIP の検査結果が出たとのこと。結果は FIP 陰性。嬉しさのあまり、つよぼむを抱きかかえた。FIP に感染していなかったので、横隔膜の手術さえすれば元気になるはずだ。私たちの喜びが伝わったのか、嬉しそうに歩き出したつよぼむ。今までで一番元気な姿を見せてくれた。横隔膜と虚勢の手術は3週間後に予約した。全身麻酔手術は体への負担が非常に大きいため、それまでにできる限り体力の回復を進める。ニャーゴはつよぼむに念を送り続けている。ニャーゴの願いが通じたのか、つよぼむの食欲が増し、ご飯を食べる量がさらに増えてきた。日に日に元気になっていくつよぼむ。ニャーゴとつよぼむと一緒に過ごせることが私たちにとって何よりのクリスマスプレゼントだ。保護して1週間経過。つよぼむを心配するニャーゴ。まだフラフラではあるが、だいぶ動けるようになった。しっかりご飯を食べ、保護から1週間経ち、初めてうんこを出してくれた。一安心と思ったのもつかの間、足を力強く噛んで引っ張るつよぼむ。つま先から血がにじんでいた。他にも複数箇所怪我をしている。肉球もカサカサだ。とりあえず包帯を巻いて足を噛まないようにした。次の日、足の怪我と腹水が溜まっていないか確認するため病院へ行くことにした。痛み止めや消毒液を処方してもらった。薬はチュールと一緒に食べてもらう。足の消毒もする。ふらふらして歩きにくそうなつよぼむ。足を噛むのは足の神経が麻痺していて不快感があるからかもしれないと病院の先生に言われた。
歩く時のふらつきもそれが原因の可能性がある。しかし横隔膜の手術をして術後の経過を見ないとはっきりとしたことはわからないようだ。保護して2週間経過。見るからに表情が明るくなったつよボム。横隔膜の手術がまだなのでお腹で呼吸をしているが、前よりも目に力が宿った感じがする。体調がだいぶ上向いてきたので体を拭いてきれいにすることに嫌がるかと思ったが、気持ちよさそうにしてくれている。足回りの汚れがなかなか落ちない。病院の先生曰く、つよボムの足の汚れがひどいのは怪我をした際にしばらく身動きが取れず座ったまま排泄をしていたことが理由とのことだ。ずっと同じ体勢で座っていたため足の裏も擦れて毛がなくなってしまったようだ。つま先の怪我はだいぶ良くなった。ついでに耳掃除と爪切りもした。次の日、つよボムがある程度回復したので今日からリビングで生活してもらうことに。手術が終わるまではこのペットサークルの中で過ごしてもらう。早速挨拶するニャーゴ。つよボムを保護してからずっと隔離していたため家の中で顔を合わせるのは初めてだ。積極的につよボムに近づき声をかける。ひたすら猫語で話しかけコミュニケーションを図っているようだ。つよボムもニャーゴと仲良くしたそうにそっと顔を近づけている。サークル越しなのがもどかしいようでそばに行きたい気持ちが伝わってくる。その後もつよボムのことをずっと気にかけるニャーゴ。二人のやりとりはとても長く続いた。しばらくしてやっと落ち着いたニャーゴ。つよボムも落ち着いたようだ。少し離れたソファーの上にいながらもつよボムを見守るニャーゴ。慌ただしい年末が過ぎて新たな年2024年を迎えた。つよボムがリビングにいることに慣れたニャーゴはエビさばきを見せつけている。ニャーゴとつよボムが落ち着いた時間を過ごしている中、初詣に行き絵馬を描いてつよボムの手術の成功を祈願した。手術前の身ではあるが手術をした後はしばらく安静にする必要があるので動ける今のうちにサークルの外へ出してみることにした。躊躇なくサークルの外へ出てリビングを歩くつよボム。ふらつきつつもいきなり爪を研ぎ始めた。ニャーゴは寝起きのためつよボムがサークルの外にいる状況をまだ飲み込めていないようだ。つよボムは見るものすべてに興味津々な様子。たどたどしい足取りで歩みを進めるとニャーゴも次第に目が覚めてきたようだ。つよボムが平然とリビングを歩き回る姿に
驚いたような表情をしている。つよぼむが家に来てからニャーゴが直接スキンシップを取るのは初めてだ。つよぼむに近づき、まずは尻の匂いを嗅いでいる。尻を嗅ぐのは猫同士の挨拶だ。ボス猫だろうが自ら挨拶している。ニャーゴはつよぼむが弱っていることはっきりと分かっているようで慎重に接している。決して威嚇して怖がらせたりせず、つよぼむの好きなようにさせている。つよぼむがちょっかいを出そうとしてきたので反射的に手が出そうになったものの、ぐっとこらえたニャーゴ。自分のお気に入りのおもちゃを勝手に使われても怒ることはない。距離を空けてそっと見守る。サークルの中からニャーゴがエビで遊んでいる姿を見ていたので、つよぼむもエビで遊びたいようだが踏ん張りが効かず思うように遊べない。そんな様子を見かねてまた尻を嗅ぐニャーゴ。尻を嗅ぐ行為には挨拶だけでなく相手の体調を確かめる役割もあるのだ。ずっと背後からつよぼむを心配そうに見つめるニャーゴ。あまり刺激しないようにしているのだろう。つよぼむがニャーゴを見てきても目をそらす。攻撃する気がないことをアピールしているが、意外にもフラフラのつよぼむの方が好戦的だ。サークル外での激しい運動は控えめにして、今日のところはこのくらいでサークルの中に戻ってもらった。そのつよぼむに対してエビさばきのお手本を見せるニャーゴ。最後までつよぼむに優しくしたニャーゴに感謝の気持ちを込めてチュールを献上した。後日、再びつよぼむをサークル外へ出した。ニャーゴがソファーの上から見つめる中、リビングを堂々と歩くつよぼむ。するとニャーゴはつよぼむに近づき、優しく声をかけ、そして尻を嗅ぐ。ちなみに猫の短い鳴き声は親しみを込めた挨拶らしい。その後も短い声で呼びかけるニャーゴ。弱っているつよぼむを励ましているようにも見える。性病のオスは縄張り意識が強く、さらに先住猫にとって自分のテリトリーを侵されるのは本来激怒してもおかしくないことだが、ニャーゴは動じることなく振る舞っている。むしろお腹を見せ敵意のなさを示し、優しく寄り添いたいという気持ちを全身で伝えている。喧嘩が強いだけではボス猫になれないというのを聞いたことがあるが、ニャーゴは仲間を大切にするからこそボス猫として信頼を寄せられていたのだろう。そんなニャーゴの寛容さに安心してニャーゴの前を悠然と歩くつよぼむ。なんともマイペースだ。飼い主を独り占めされても嫉妬せずにそっと身を引くニャーゴ。するとつよぼむはさらに自由度を増し、ニャーゴの家の中に忍び込もうとしている。急いで駆け寄るニャーゴ。さすがに戸惑っているようだ。何かされていないか確認している。その一方でサークルの中に戻りトイレをしているつよぼむ。その隙にニャーゴもサークル内に忍び込み、そのままつよぼむの家の中に侵入した。自分の家を取られたらどんな気持ちになるのか身をもって分からせようとしているのだろう。ボス猫としてしかるべき教育は
きちんと行っている。ただ甘やかすことが優しさではないとニャーゴは思っているのだろう。この日のサークル外活動はこのくらいにした。後日、ツヨボム3度目のサークル外へ。待ってましたと言わんばかりに出迎えるニャーゴ。ツヨボムが出てくること喜んでいる様子だ。ニャーゴは無理にツヨボムに構おうとはせず、距離を空けてそっと見守る。しばらくするとツヨボムはソファーの下に入ってしまった。心配そうに覗き込むニャーゴ。奥でじっとしている。チュールで誘い出そうとするが出てこない。ニャーゴが出てくるよう促すが動く気配はない。ツヨボムが気に入っている。エビを突っ込んでみたが反応はいまいちだ。諦めてこの場を離れることにしたニャーゴ。時間が経てば出てくると判断したのだろう。ニャーゴの予想通りしばらくすると出てきたツヨボム。不安を感じる場面はありながらも徐々に家に慣れ始めているツヨボム。ニャーゴもツヨボムがいる生活に慣れてきたようだ。手術の日がいよいよ近づいてきた頃、再びサークルの外に出してあげた。嬉しそうなニャーゴとツヨボム。ふらふらしながらもニャーゴの爪研ぎへ直行。自分のものを当然のように使われるが全く怒る気配はなく、むしろ尻尾をピンと立ててご機嫌な様子のニャーゴ。ニャーゴのサポートのおかげで体が回復していないにもかかわらずどこか明るい雰囲気のツヨボム。足のふらつきが手術で良くなることを願うばかりだ。そもそも保護した当初はほぼ寝たきりで水を飲んだりチュールを食べるのも一苦労だったにもかかわらず、ここまで動けるようになったのは心から感嘆してしまうことだ。もちろんツヨボムの回復力あってのことだが、ニャーゴの献身的なケアによるところが大きい。ニャーゴからすれば弱った新入り猫など恐るるに足らない存在どころかすぐに追い返すことだってできるはずだが、決して暴力を振るわずすんなりと家族に迎え入れた。元野良猫のオス同士なので仲良くしてくれるか不安だったが、それは私たちの杞憂であった。ついに横隔膜手術の当日になった。ケージに入ってもらい病院へ連れて行く。不安そうな表情を見るのはとても心苦しいが、ツヨボムの未来のためだ。出発。病院に到着すると先生から術後に起こりうる合併症について説明を受けた。また横隔膜手術後の死亡率は 14% ということもあり、
さらに不安が高まった。手術の同意書にサインした後は、つよぼむを病院に託して神社に行き神頼みをした。祈りを終えてもなお不安な気持ちのまま飼い主だけ帰宅すると、そこにいたのは神々しく照らされるニャーゴ。神社に行かずとも我が家には猫神様がいることに気づかされた。猫神様は空っぽのペットサークルを見つめ寂しそうにしていた。この日の夕方、病院から電話がかかってきた。手術は無事成功。しかし今日は入院してもらうとのことだ。ひとまず安心するニャーゴ。術後の体調が良好であることを願いながら、明日の退院を静かに待つことに。手術の次の日、つよぼむの体調が安定しないため、もう一泊入院した方がいいと病院から連絡があった。あと1日だけつよぼむの帰りを待つことに。手術から2日後、無事に退院することができた。合併症はなく体調は良好なようだ。手術が成功して本当に良かった。帰宅すると真っ先につよぼむを出迎えるニャーゴ。つよぼむが家にいない間、ニャーゴは実に寂しげだった。早速ケージをオープン。しかし出てこないつよぼむ。長い間病院にいたので不安な気持ちになっているようだ。そんなつよぼむの様子を見て声をかけ駆け寄り、不安な気持ちを取り除くニャーゴ。そして尻を嗅ぎつよぼむの体調を確認している。どこまでも面倒見がよく愛情深いニャーゴ。ひとまずつよぼむはサークルの中に入ってゆっくり休んでもらうことに。つよぼむ、本当にお疲れ様。もちろん近くでニャーゴが見守っている。手術の切開部を舐めないように黄色の術後服は抜歯するまで着用してもらう。抜歯は10日後の予定だ。サークルの中にまで入りつよぼむに寄り添うニャーゴ。どうしても近くにいたいようだ。きっと心配で仕方がないのだろう。しかしつよぼむとしては食事中くらいはそっとしてほしそうにしている。つよぼむがテントに入ってもずっとそばで見守っている。ニャーゴはつよぼむに張り付きっぱなしだ。つよぼむの回復具合はというと、手術前は息苦しそうにお腹で呼吸をしていたが、術後はだいぶ改善されたように見える。これにはニャーゴも一安心だ。つよぼむの手術が無事成功したのは信頼できる獣医さん、動画で応援してくださった視聴者の皆様、そしてニャーゴとつよぼむ自身の頑張りの賜物だ。その後もつよぼむはいついかなる時もニャーゴに見守られながら安心して過ごす。たっぷり寝て体力がついてきてご飯もたくさん食べるようになった。気づくと必ずつよぼむの隣にはニャーゴがいた。つよぼむ専用のベッドを買ってきた。
ツヨボムが使う前にまずはニャーゴがチェック。ベッドに乗り安全なものか確認した後は使用せずツヨボムに譲るニャーゴ。ツヨボムが使った後にニャーゴも使ってみる。窓際で日向ぼっこをするツヨボム。ニャーゴと一緒に日だまりの時間を楽しむのが習慣になった。新鮮な風を受ける2人で外を散歩したこと思い出しているのかもしれない。あとは石灰部の抜歯までひたすら待つだけかと思っていたが、横隔膜手術をして1週間経過した頃、ニャーゴの爪とぎを噛みちぎって容赦なく破壊するツヨボム。さすがのニャーゴも思わず困り顔になる。何か不満を抱えているからこその行動なのだろうか。一概には言えないが、術後服の不快感が原因でストレスを感じてイライラしているのかもしれない。しかし石灰部はデリケートな状態なのでツヨボムには負担になるかもしれないが、まだ我慢してきてもらうことに心苦しいが、あと数日の辛抱である。体の回復具合はというと、手術前より格段に早く歩けるようになった。足のふらつきがほとんど見られなくなった。見事な回復力だ。ニャーゴも喜んでいる。ツヨボムのサークル内でくつろぐニャーゴ。ニャーゴはこのサークルを大変気に入っているようだが、ツヨボムはもう入らなくなったので片付けることに。ニャーゴには申し訳ないが、また新しいお気に入りを見つけてもらおう。サークルがなくなってもツヨボムは気にする素振りはない。リビングでの暮らしにすっかり馴染んだようだ。次の日、 YouTube の視聴者様からプレゼントが届いた。テンションが上がりダッシュするツヨボム。応援の力でここまで元気に走れるようになった。ニャーゴとツヨボム、飼い主一同感謝の気持ちでいっぱいだ。ニャーゴもテンションが上がりボール遊びをしていたらソファーの下にボールが入ってしまった。ツヨボムはソファーの下に潜り込めるが、ニャーゴは顔がでかすぎて潜り込めない事実が発覚した。しかしツヨボムをニャーゴの深い懐に潜り込ませることはできた。ニャーゴのことを信頼し安心して眠るツヨボム。手術が成功したとはいえ一日の大半をじっとして過ごすツヨボムを見て、まだ本調子ではないことを理解しているニャーゴ。ツヨボムに何か異変があった時にすぐに助けられるようそばで見守り続けている。ツヨボムにかかりきりになっているうちに気づけば2024年1月末になり、ニャーゴを保護して1年が経過した。ニャーゴとの日々は驚くほど濃密で、もっと長い時間を一緒に過ごしてきたように感じる。これからはツヨボムも一緒の時間を重ねていくのだ。いよいよ石灰部の抜歯をする日になった。ツヨボムを病院へ連れて行くのと同時に、ニャーゴもワクチン接種のため一緒に病院に来てもらうことに。保護して1年経過したニャーゴはちょうどワクチンを打つタイミングだったのである。
病院に到着。無事に診察処置が終わり帰宅。病院に行くのは嫌なはずなのに耐えてくれて本当に感謝している。抜歯を終えた切開部はきれいに塞がっていて状態も良好だ。リスクの大きい回復手術を無事に終えたつよボムは本当にすごい。ただ足のつま先の状態が良くならないのでかゆみ止めの薬を処方してもらった。差し当たりこれで一通りの治療が終わり一旦山を越えたと言えるだろう。まったりモードのニャーゴとつよボム。ちなみにつよボムも本日ワクチンを打ちその後の体調は特に問題なさそうだがニャーゴが小刻みに震え出した。ニャーゴが打ったワクチンは副反応が出やすいタイプのものだからだ。すると今度はつよボムが見守る番となりぐったりするニャーゴに寄り添っている。いつになくキリッとした表情のつよボム。弱った時はお互い様寄り添い助け合い持ちつ持たれつの関係を築いている。次の日たくさん眠って体力を回復し元気になったニャーゴ。自分が弱っている時に寄り添ってくれたつよボムに感謝の気持ちを示している。お互い元気になり喜びを分かち合っている。つよボムの尻の右側の毛がごっそり抜けているが術後服の不快感があったため自分で毛をむしっていたようだ。これからはストレスに苦しむことなく二人仲良く穏やかな日々を過ごしてほしいと心から願っている。抜歯から1週間後の早朝走り回るニャーゴとつよボム。ついに追いかけっこができるくらいにまで回復した。これまで力を抑えていたニャーゴだったがようやくつよボムの前でも激しい動きをするようになった。足のふらつきもなくなり猛スピードで駆け抜けるつよボム。果敢にもニャーゴにプロレスを仕掛けるほど元気になった。とはいえつよボムが羽目を外しすぎないようにずっと近くで気にかけている。心配性なニャーゴ。ニャーゴの指導もあって上手にエビをさばけるようになったつよボム。二人で食べればご飯の美味しさも2倍だ。飼い主から猫用ソファーをプレゼントした。ソファーを気に入ってくれたようで気持ちよさそうにまどろむつよボム。二人でも仲良く眠ってくれた。当たり前のように何でもシェアする二人。そこに絆の深さが見える。これからは喜びも楽しさもぬくもりも幸せも2倍だ。これがつよボムとの出会いと保護から2ヶ月間の記録だ。そして月日は流れ2年後現在のつよボムである。かつて荒波を生き抜いたその体は今穏やかな日常と脂肪に包まれ腹周りを中心にさらにボムっとしたニャーゴがそばで寄り添い続けてくれたことがつよボムにとって
大きな支えになったのは間違いない。ニャーゴは本当に器の大きく高尚な魂を持った唯一無二のボス猫である。しかしこれでハッピーエンドとは言い切れない。野良猫を取り巻く現実は厳しい。外には過酷な環境での生活を強いられている多くの猫たちがいる。弱ボムも強ボムを保護した直後には姿を見せてくれていたが、今は行方がわからない。それでも私たちは諦めずに探し続けている。もちろん他の猫たちへの心配も尽きることはない。外で暮らす猫に餌を与えることを反対し批判する人は多くいるだろう。糞尿被害などの迷惑を被っている人もいるため、その主張は至極真っ当だ。しかしその主張は人間目線での正しさを盾にすることで大事なものを見落としている。それは生命の尊さだ。迷惑という言葉だけで命の重さまで軽く扱ってはならない。保護猫活動の形や考え方は人それぞれ異なる。それでも私たちはただ一つの思いを胸に抱いている。すべての猫が腹いっぱいご飯を食べられる世界にしたい。つまりこれは目の前の命を尊重し、その尊さを見失わないということだ。強ボムの物語は救われた猫一匹の記録であると同時に、今なお続く猫の現実への問いかけでもある。命に向き合うとはどういうことか、その答えを探し求める道をニャゴボムとともにこれからも歩み続けていく。